皆さんこんばんは、うのうと言います。今回はブレスオブザワイルドのあちこちにある模様やマーク、その他の謎について話していきます。まとまった内容ではなく、どちらかというと垂れ流し系です。皆さんが知らないこともいくつか出てくると思いますので、ネタバレに敏感な方はお気をつけください。動画後半では皆さんから動画にいただいた情報コメントからミニ考察をする視聴者コメントミニ考察コーナー、略して仕込み考察の第2弾もあります。ぜひ最後までご覧ください。行きましょう。雷の大地の4つのマーク。僕の動画で何度か取り上げてるマークですけど、もう少しだけ調べてみたので、ここで情報をアップデートしておきます。黄色マークの縦の模様と雷の大地の方のマークとの差分で考えた渦を取り払った想像の形を作ってみました。こんな感じです。そして最近変わった考えになりまして、きっかけはマスターワークスの検討稿なんですが、この緑のマーク、羽が生えてるみたいに見えませんか？つまり、リト族を表していると、そして色です。たった今、リト族の象徴といったこのマークは緑色。風のイメージでしょうか？赤いマークは、色は炎、形は殻みたいなものを表しているんでしょうか？ダルケルの守りにも見えなくもないです。とにかく硬いイメージ。過去の動画に、これはゴロン族を表しているかも、とコメントをくださってた方がすでにいました。今ではすごく腑に落ちます。これを仮にゴロン族とします。と言っておいてなんですが、前からずっと見落としてたことが一つありまして、この赤いマーク、過去動画で言っていた蛮族マークにも似ていますね。ごめんなさい。それだけです。次行きましょう。紫色のマーク。もしかして僕のモニター環境が悪くて紫に映ってるだけかもしれないとも思ったので、試しにスイッチをドックから抜いてみましたが、やっぱり紫っぽかったですね。これを水の色と解釈するのはちょっと苦しいですよね。このうねうねは水を表していたんでしょうか。この後ゲルド族を紹介したいので、その都合上で、とりあえずゾーラ族としておきます。乱暴ですみません。最後はこの黄色のマーク。色はゲルド地方の砂の色かな？まあわかります。ですが、このマークがゲルドっていうのはどうなんでしょう。これまた過去の動画にいただいたコメントで、時のオカリナ64番のゲルドのマークに似ていると教えていただきました。こちらはまだ確認できていません。今度報告するかもしれませんね。これらのマークの渦を取り払ったものがどこかにあると思うので、見つけた方は場所の情報をいただけたら嬉しいです。各種族の村などが怪しいですよね。マークが4つで、英傑の各種族が4種類っていうところもちょっとリンクしてるんじゃないでしょうか。調査中です。もちろんそもそもの仮説が間違いであれば見つかることはありませんけど、雷の大地の各台座が4方向に分かれているのを見て、もしかしたら台座が向いている方向と先ほど話した対応する各種族の地方の方角が一致するかもしれないと思い、確認してみましたけど、全然関係なさそうでした。一応逆方向でもやってみましたが、関連はなしです。はい、ということで、中途半端ではありますが、今のところこのマークに関しては以上です。マークではなくて、雷の大地に関連することなのですが、あともう一つだけ話したいことがあって、これ何ですかね？真ん中の四角い石が上にせり上がって階段が現れたりするっていう妄想ができますけど、続編で明らかになるんでしょうか？そういえば過去の動画に寄せられたコメントで、リンクは始まりの大地で回復して目覚めた。ガノンドルフは雷の大地で目覚める。みたいなのがありました。少し飛躍しますけど、ガノンドルフはゲルド族で、雷ってゲルド族と縁がありそうなイメージですしね。こじつけの癖失礼しました。続編トレーラーの遺跡はここの地下だったりするんでしょうか？気になりますね。ダスキーダ山。ダスキーダというこちらの山の名前が過去作に出てきてないと思うんですよね。僕の記憶違いだったらごめんなさい。ヤシの遺跡を飲み込んでいるこの山の名前は蛇神バースキーがモデルになっているのではと考えてみました。ゾナウが信仰しているという水流、それと蛇神似てなくもないかなと。バースキーというのはインド神話に登場するナーガラージャでパーターラという地下世界を支配していると。
ナガラージャというのは蛇神の女王でたくさんいるのだそうです。名前を聞いたことある程度で僕は全然知らないことなので、ここら辺で濁させてください。それをさておき、地下世界、蛇、やっぱり似ていると思ったんですね。ここの地下が続編でダンジョンの一つとして出てくる可能性を少しだけ考えてみました。まあでもバースキとダスキーダという名前が似ているかどうかは正直微妙でしたかね。どうですか？はい。名前の付けようがない謎の紋章、サマサ平原、クロチェリー平原、ジャラ湖の横、ブレッド大地の崖下、迷いの森の入り口、最果ての島、そして始まりの大地にもある謎の紋章。見つけていないだけで他にもあるんだと思いますけど、各地のこのマークが乗っかっている全く同じ作りのこの建物は何なんでしょう。高確率でその場にモンスターがいることも気になっています。もともとモンスターたちは壊れかけの建物や巨大な丸太の残骸など、つまりそのまま根城にできそうなものを少しカスタマイズして根城にしているようにも捉えられるので、まあ考えすぎですかね。気になったのはクロチェリー平原にあるものだけやたらと規模が大きかったことですね。すぐ横にある果ての砦とも建築のタイプが全く違いました。100年前の状態、1万年前の状態がそれぞれ気になります。そしてその近くの橋、かかりこ橋にもある別の模様について話します。シード・オブ・ライフみたいなあのマーク。皆さん、フラワー・オブ・ライフって聞いたことありますかね？日本も含む世界各地で見つけられる植物の種から実がなるまでを表現した幾何学模様なんですけど、いくつか段階や種類があって、種のシード・オブ・ライフ、卵のエッグ・オブ・ライフ、木のツリー・オブ・ライフ、花のフラワー・オブ・ライフ、実のフルーツ・オブ・ライフなどがあります。何か一つを説明すると、他のこともたくさん説明しなくてはならなくなるし、単なる段階ではなくてとても複雑な関係性なので、詳しく知りたい方は YouTube で都市伝説系の動画やフラワーオブライフで検索してみてください。話を戻しますと、ブレスオブザワイルドに登場するこのマークは、この中で言うと規模的にシードオブライフに近いのかなと思いました。フラワーオブライフの模様たちを構成しているのは円で、これを2つ重ねたものがベシカパイシスという名前で呼ばれています。これが細胞分裂を表しているという説や光を表しているみたいな説があります。まあ、ここでは言えないこともあるんですけど、まあ、それも一つ説がありまして、ちょっとそれは言えないことですね。はい。この模様、他の場所でも何箇所か見かけたんですが、忘れてしまいまして、探したんですけど、ちょっとごめんなさい、思い出せませんでした。この模様についての場所や意味など、情報をお持ちの方、差し支えなければよろしくお願いします。快晴の祠、スリープ装置の横の壁のマーク。最初に分かったことで言うと、このマークはハイラル各地のシー怪物の中で移動する足場や空間に見られるマークでした。ダウンロードコンテンツの大詰めで、ここから地下のダンジョンに行くんですが、それもエレベーター、移動する足場です。それを示しただけのマークなんでしょうか。しかし、この壁の絵を見て、ある場所を思い出しました。それが剣の試練、賢者の間です。あの部屋の周りのシルエットが、マスターソードの台座から見渡した全方角の景色と一致するのは皆さんも知っているかと思います。そして先ほどの快晴の祠のマークに戻るんですけど、真ん中の四角はエレベーターだとして、下の盛り上がりは山に見えませんかね。その盛り上がりと実際に降りるダンジョンとでは形が似つかないと思うので、そんな考えに至りました。つまりさらに地下の世界にまでエレベーターが通じているんじゃないかと少し思ったんです。皆さんはどう思いましたか？なんか情報をお持ちの方は差し支えなければ教えくださると助かります。さあ次はマークではないんですが、あまり語られていない建物についてです。王立古代研究所跡。どことなくここの地下が続編のダンジョンの一つとして出てきそうな感じはありますけど、マスターワークスにはハイラル城直轄の古代遺物研究機関、破壊のされ方が必要で作為的なものを感じるほどだ。ハイラル城には遺物を作動させるための古代エネルギーが豊富にあり、特に誘導石と呼ばれる遺物の研究にはこれが不可欠であったと書かれています。ここにプルアーやインパ、ロベリー、そしてゼルダなどもいたんでしょうか。アデア村跡。マスターワークスには高地に囲まれた大きな村であったと書いてあります。ポットでのこのアデアという名前、過去作にこんな名前出てきましたっけ？僕の記憶にないだけなんでしょうか。この村について話している NPC とかいましたっけ？知ってる方お願いします。
それではここから視聴者コメントミニ考察コーナー、略して仕込み考察第2弾いきます。黄金の狼。C 観測のシンボルマークの動画にいただいたコメントで、トワイライトプリンセスのウィンドストーンにもシーカーマークがありましたよというものがありまして、確認してきたんですけど、これで一つ違うことを思い出してハッとしました。リトの村兄弟岩のミニチャレンジで登場した風を送ると音が鳴る石。これ、トワイライトプリンセスのウィンドストーンだったんですよね。この動画を見るような皆さんなら知ってそうですけど、僕は全然気づかなかったです。なんで気づかなかったんだろう。リトの村の誰かが話してそうだしね。考察7の動画で紹介したニーケルヘーゲンの穴のオブジェにも似ていると思いますが、関連は不明です。ちなみにここにウルフリンクを連れてくると、何も起こりませんでした。すみません。ちょっとやってみたかっただけです。早くトワイライトプリンセスももう一回見てもらわないとな。クジラの大化石のその後。考察後の動画のクジラの大化石についてです。僕はヘブラの方だと思っていたのですが、ゲルドの大化石の方が風の魚なんではないかというコメントをいくつかいただきました。本当にたくさんいただいたので、確かにゲルドの方が羽の特徴とか位置が近いのかなと思いましたので、ここでアップデートしておきます。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただき、高評価ボタンをポチッと押してくださると、今後の動画制作のモチベーションになりますので、お願いします。このチャンネルではゲームの考察、解説、実況動画を主に投稿しています。まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。もちろんお金はかかりません。いつもコメントを励みになっています。皆さんからいただくコメントがチャンネル改善の鍵になっていますので、こういうの欲しいよとか、逆にいらないよとか、いろいろな意見をくださると、皆さんの求めてくださってる動画を作りやすく、チャンネルの成長にもなりますので、これからもお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。